カリクスの要求通りになるのは悔しいけれど、ゼレニアの名誉のためにもあの兵器を破壊したい。だからお願い、どうか助けて。君の力を私に貸してほしい。私に任せて。姫を守るための騎士を呼ぶなんて本当に汚いよね。自分の力で戦わない姫なんて、この私が懲らしめてやるんだから。みんなあんなやつやっつけちゃえ。家なしララチャンネル。おはいえなし。この動画は極ゼレニアを相手にギミックを何も知らない動かない姫を一人抱えてクリアする姫を守る騎士 VS 姫を守る騎士団の解説動画です。過去の姫シリーズは概要欄を参照ください。早速見てみましょう。ショック。姫にドーナツ範囲がつくか円範囲がつくかによって難易度が変わります。姫にドーナツ範囲がついた場合は簡単。姫には塔をお踏みいただく必要があるので、姫が踏む塔へ飛来地が先に入り、その後姫をご案内してから飛来地は自分についている円範囲を捨てれば OK です。一方で地味にややこしいのが、姫に円範囲がついたパターンの場合、当初の作戦としては姫の円範囲が床に着弾直後、ドーナツ範囲で塔踏み担当の飛来地が姫をご案内し、ドーナツ範囲の中に招き入れようとしたのですが、姫がやられました。実はここ円範囲がついた人には光属性耐性低下デバフがついており、この状態で塔を踏むとやられてしまいます。円範囲がついた人に塔を踏ませないようにするための仕様ですね。というわけで姫をご案内するにしても塔を踏み終えた後にご案内する必要があります。そこで今回は事前に姫へ手厚い軽減バリアをといいますか、デコレーションですね。姫をデコることで姫には最初の 5,6 発はショックの円範囲を我慢いただき、その後に飛来地が姫をドーナツの中にご案内します。これで OK です。先へ進みます。クライムクロス1回目。本来であれば全員が遠近動いて扇範囲4セットをしのぐギミックですが、姫が動けないので今回はその他7名で何とか誘導しなければいけません。対処方法としては姫を含む DPS 全員が停止し、タンヒラだけが遠近動くことで扇を誘導しきります。珍しく姫だけでなくちゃっかり DPS 全員が甘やかされている解放です。タンヒラに頑張ってもらいましょう。正誤壁雑魚フェーズです。基本的には従来の解放通りタンク東 DPS 西で処理します。そのためにまずヒラニが DPS 側のこの位置に立ち、姫をご案内した後にタンヒラ側へ移動します。こうすることで DPS 側に発生する都合3セットの3人用塔のうち2セット分を姫にも担っていただくことができます。また2セット目の塔についても雑魚の反面誘導が完了した人が爆速で塔に駆け込むと塔踏みにギリ間に合い爆発を防げるので大丈夫です。だったら姫以外の DPS が3セットともそう動けば、そもそも姫を右上に案内する必要なくて効率的じゃないのと思うかもしれませんが、そういうクリア効率にとらわれた目線では姫の騎士団失格です。大事なのは姫がギミック処理に参加した感です。あなたが考えたその解放、姫はどう思いますか？解放を考えるときは常にこの自問自答を忘れないようにしましょう。今回は2セット目に姫が雑魚誘導担当になりました。この場合 DPS 側の塔踏みは特に焦る必要なく姫以外の3人で処理できますが、その代わりフィールドを追い尽くす巨大反面攻撃が炸裂します。分厚い軽減バリアで正しくギミック処理できてる感を演出しましょう。魔法陣展開。扇範囲攻撃が旋回してバンバンするやつです。まず飛来地が姫をご覧の位置にご案内します。魔法陣展開に共通する注意事項ですが、ボス足元がダメージ床になっており、ここを通過するように姫をご案内してしまうと姫に激痛ドットがついてしまいます。うまいことダメージ床を通過しないようにご案内しましょう。この位置に案内できれば姫が被弾する攻撃を最小限にとどめられるのですが、それでも姫は5、6発被弾し軽減バリア全開でも死にます。というわけでカバウ1号機の出番、失礼しました、 MT の出番ですけれども、火ダメ増デバフがスタックしてしまう関係でここは MT がカバウをしても耐えられません。ここは殿下の方とカバウプラス陰ビンで乗り切りましょう。魔法陣展開2式。姫以外の7名は通常通り処理し、姫は分厚くデコって何とかします。魔法陣展開3式。バラと塔を処理するやつです。まず姫以外は床の模様基準で図のように3回します。
続いて姫の取り扱い方ですが、姫にバラがつくかつかないか一旦様子見します。バラがつかなかった場合はシンプルで、ヒラニが東の塔にご案内するだけ。ただしその時の姫の立ち位置によっては、姫を東の塔に案内しようとするとダメージ床を横切ってしまい案内できない場合があります。その場合ヒラニは臨機応変に案内する塔を変えてあげましょう。逆に言うと他の DPS は自分が立とうとしていた塔に急に姫が訪問してくる場合があるので、大人の対応をしましょう。バラがつかなかった場合の姫の案内については以上です。臨機応変な動きが求められるため、こっちもまあまあややこしいんですが、一方で姫にバラがついた場合も別の意味でややこしい。当初立てていた戦法はこちら。まずヒラニがここにご案内し、床の色が赤く変化するまで姫を放置。ただそれ以降も姫をそのまま放置してしまうと、姫に暇砲ダメージ増加デバフがついている都合上、次の床からの攻撃、正確に言うと赤い床から伝播する塔踏み攻撃によって姫が落ちてしまいます。というわけでかばう2号機こと ST がかばおうとしたのですが、実際にやってみたところかばう貫通なのか姫が落ちてしまいました。しかしヒラニは今救出を使ったばっかりで、ヒライチのリキャも日式で使ったばっかりなので戻っていません。積んだかと思ったのですが打開策あり。ここはバラがついた D2 が床にバラを捨てる前にわざと南の塔を踏みに行くことで D2 が死ぬ代わりにここが赤い床になるのを阻止できるため、その後の塔踏み攻撃が姫の方まで伝わらなくなります。これで OK です。このチャレンジは姫さえ床を舐めなければ他の騎士団はいくら死んでも問題ありません。なぜなら騎士団は姫に忠誠を誓っているからです。先へ進みます。クライムクロス2回目、本チャレンジの難関ギミックです。本来は単平か DPS の一方4名がドーナツ範囲で初動の動きを縛られるので、それも加味して奥義範囲を誘導する必要があるというギミックですが、今回はドーナツ範囲で縛られて動けない4名に加えてドーナツ範囲で縛られてもないのに動かない姫もいるので、解放がさらにややこしくなっています。その辺パズルゲームして導いた結論だけ共有するとこれです。8分の2でシビアな動きが求められるパターンがあり、今回はたまたまそのパターンを引いているので、それに基づいて今回の動きを見てみましょう。まず DPS は姫の元へ集合、単平はその対角かつボスの近くに集合します。次にドーナツ範囲が単平 DPS のどちらにつくか確認します。今回は単平にドーナツがつきました。さらにエフェクトの一発目に注目、金でした。単平ドーナツかつ一発目が金の場合のみ、単平は大急ぎでボスから離れます。3発目の遠近エフェクト表示の頃にはドーナツ範囲が着弾してしまうので、さっさと離れるようにしましょう。離れたら残りのエフェクトを確認。今回は金円円金でした。この場合 DPS は頭回りを処理した後、ボスと等距離を維持したまま扇状に3回し、最初の一発目の扇を誘導します。そうしたら今度は単平がボスと等距離を維持したまま扇状に3回し、2発目の扇を誘導します。さらにその後単平がボスに接近して3発目を自分たちに誘導、最後は誰も動かずに4発目を DPS に誘導。これで OK です。この通りに動けばなんとかなります。気合で頑張りましょう。先へ進みます。魔法陣展開4式、序盤は通常の解放と同様です。まず姫以外は一旦図の位置に移動。姫については先ほどと同様、姫にバラがつくかつかないか確定するまで様子見します。もし姫にバラがついたら平市が図のどこかの位置に姫を案内するだけで OK です。この場合外周ではなく内周パネルに案内しましょう。一方今回のように姫にバラがつかなかった場合、平市が姫を円範囲が捨てられる適切な位置にご案内してから、平市は自身についたバラを設置しに行きます。平市が大急ぎで案内とバラ設置を行っている様子をご覧ください。この後は鎖引きちぎりギミックです。ここは正規処理と同様、姫以外の7名は全員ボス後ろに集合し、鎖がついたのを確認した後、単平が西、 DPS が東へ移動して鎖を引きちぎります。ただここで問題があって、ご承知の通り鎖ギミックは鎖がつながった瞬間の距離を基準に、そこからさらに大きく距離を取らないと引きちぎれません。となると姫と鎖がつながった1名と姫自身の1組だけは最初から離れた距離で鎖がつながってしまうため、そこからさらには距離を稼ぎきれず鎖が引きちぎれなくなってしまいます。と思ったら姫についている鎖が無事にちぎれました。なぜでしょうか。ご覧の通り姫と鎖がつながった1名はわざと外周を踏み抜いて死ねば無事に鎖が切れます。よかったですね。先へ進みます。クライムクロス3回目、1回目に反面範囲がついただけです。1回目の解放と同じように処理しつつ、各自自助努力で反面範囲を回避します。姫は姫だから自助努力ができないので他の人がデコる必要があるのですが、ゼレニアサイドも分かってきたのか、今回はどっちの反面も姫に当ててきませんでした。魔法陣展開5式、かばいます。
魔法陣展開6式最後のギミックですが、世紀の解放と同様シンプルに強行突破します。まず姫を中心に図の通り3回します。マップ北基準ではなく姫基準なので注意しましょう。続いて姫にバラがついたら平荷がここの床にご案内、一方バラがつかなかったら塔にご案内します。今回はバラがついたので赤い床でないところにご案内、これだけで OK です。塔が踏めてるのでタンク LB さんは不要ということで近接 LB さんを叩き込んでフィニッシュです。やったー、極ゼレニア透滅戦クリアだ。姫ちゃんすごい。なんかちょっと床の色見にくかったよね。大変だったんだけど。そうだね、後でフォーラムにあげとくね。あー、なんか嬉しくて、なんだろうこの気持ち。なんかみんなと一緒に踊りたくなってきちゃったな。あ、そうなんだ。じゃあ踊る妹でも使っ踊り明かそうぜ、レッツダンス。踊踊り明かそうぜ、レッツダンス。